回はラパスのエルアルト空港をご案内します。そしてボリビアーナ航空で空からウユニ塩湖を望みます。ラパスのエルアルト空港は思ったより近代的でいい感じです。7時40分のウユニ行きに乗るために朝5時に空港に到着しました。ありました。ボリビアーナ航空304便ウユニ行きはゲート N5 番です。エコジェットエコジェット1370便8時30分発のウユニ行きがあるんだ。こちらは到着便です。ウユニからすぐにラパスに帰ってくるんですね。アマゾンス航空がエコジェットなのか南米の空港らしく早朝から長蛇の列です。国内線でもお早めに。マディロホテルでいただいた朝食パックをいただきます。こんな感じ。朝早すぎて空港の端っこで朝食をいただいております。Mostradores de Boliviana de Aviación. Pasajero Emilio Concha, su presencia requerida en mostradores de Boliviana de Aviación. まるでイスラム圏の礼拝の時間のように朝から空港の放送が鳴り響いていました。あれはコレクティーボ、乗り合いバスでしょうか。ナーボルはボリビア空港公社の略称です。撮影会にでも使えそうなナーボルのバックパネルがありました。2階が不思議だったので行ってみましたが、オズモポケットが上や下を向いて何も映ってなく、2階には何もありませんでした。贅沢よ。空港のトイレの中から失礼します。昔キューバのトイレで便座がなかったのですが、エルアルト空港のトイレは思っていたよりずっと綺麗でした。ボリビアでトイレに行くのにビビっていましたが大丈夫でした。ボリビアにもかなり中国資本が入ってきている関係でしょうか。ボリビアーナ航空のチェックインカウンターが開きました。混雑していましたが早めにチェックインできてよかった。保安検査場を通過し、国内線のエアサイドに入りました。国内線ですが、お店やレストランが思った以上に多いです。宝石やおもちゃ、お土産などいろんなものが売られています。あまり見たことのない空港のお店が並んでいます。一般の方が映らないように少し上を向きすぎました。ごめんなさい。
ボリビアーナ航空ボーイング737-800です。広くて開放感のある空港です。結構エルアルト空港好きになりました。プライオリティパスでラウンジに入ってご飯を食べようかな。ラウンジは広くはありませんが、いろいろ飲食が楽しめます。ボリビアビール特割もありました。日本ではあまり見なくなった瓶のファンタです。懐かしい。一番美味しそうだったサンドイッチをいただきます。なんかパサパサ。パサパサ。なぜかボリビアのパンはパサパサに出会うことが多かったです。ハム&エッグは美味しかったです。ごちそうさまでした。ラウンジを出ていよいよボーディングタイムです。搭乗口を通過しましたのでボーディングブリッジに向かいます。わあ、このボーディングブリッジはめちゃラテンですね。少し雨が降っていますが、ボリビアーナ航空の B737 がかっこいい。さあ行くぞ。ボリビアーナ航空ボーイング737-800はじめまして。結構ボロボロかと思ったのですが、思ったより綺麗な機内でした。ラパスのエルアルト空港を離陸しました。一面レンガ色の建物です。巡航コードから眼下に土色の大地が広がっています。ボリビアは鉱物資源の埋蔵量が多いのに国は貧しく、黄金の玉座に座る古事記と言われていました。窓側の座席ではないのですが、隣の席のチャイニーズアメリカンが親切でたくさん映像を撮らせてくれました。実はこの後ウユニのホテルが同じでびっくりしました。恒例のトイレチェック B737 は少し狭いですが綺麗でした。あ、ウユニ塩湖が見えてきたよ。隣の人と興奮して写真と動画を撮りまくっていました。25年ほど前にテレビ番組「あいのり」で見たウユニ塩湖は衝撃でした。
ラブワゴンと関ちゃんがウユニ塩湖を走る姿にキュンとなりました。ずーっと憧れのウユニ塩湖でした。今頭の中ではエブリリトルシングのフラジールが流れています。出会えた頃から、最高です。南米来たよ。嬉しいな。南米旅行のノウハウ33、空からの絶景ウユニ塩湖編。ラパスからボリビアーナ航空、エコジェットともに1日1便なので注意してね。座席数も少ないので早めに予約。私たちは3ヶ月前に予約しました。南米の国内線は混むので空港へは2時間ほど前を目安にしました。まるで天国を飛んでいるような景色です。すごいすごい。すごいすごい。空からも絶景のウユニ塩湖でした。思い出深いボリビアーナ航空、最高のフライトでした。それじゃね。